視点 B。 愛が死んだのもこんな雪の降る頃だった。そんな気がする。漠然としたイメージだ。よくよく思えばあの日はライブの本番で客も会場に集まっていたけれど誰も傘など差していなかった。そういえば愛の葬儀の少し前に大雪が降って交通網が麻痺したのを覚えている。告別式の準備で喪服を買いに行くときに困った記憶もある。本当のところ愛が死んだあの日雪は降ってなんていなかっただろう。けれど人は物事を少しずつ抽象化していく。自分の心象風景と記憶をすり替えてしまうことが多々ある。脳が自分の中のイメージをさも本当に起きたことだと思い込んでしまうことは多々あるのだ。私があの日の出来事を事実と違うただの印象として想起するほどの年月が流れてしまった。それでも15年前のあの日起きたことは、愛の死とは私にとって世界に初めて雪が降った日のようだった。ディオールのコートを羽織ってみてあまりの不格好に笑ってしまった。コンビニに食事を買いに行こうと思い立ったものの寒波が来てるとかなんとかで今日は特に寒いらしい。何も考えずに衣装棚から引っ張り出したのは10年も前に買った美意識の象徴みたいな高価なコート。そのマスタードカラーのトレンチコートは素材の肌触りからしても今の私には違和感しかない。コートの下から覗くのは毛玉だらけでゴワゴワしたネズミ色のスウェットと水色の靴下。ただ暖かいだけの部屋着と高級コートの相性は想像以上に最悪だった。コートをリビングの椅子に放り投げてアディダスのサンダルに足を引っ掛ける。サイズの合わないこのサンダルは昔同居してた男が置いていったものだ。まあいっか。コンビニまでは徒歩3分。おしゃれなんてするはずもない。私は玄関前に放置していたウレタンのマスクを顔を隠す気持ちで耳にかける。部屋の鍵は上下ともかけた。これは身についた強い習慣だ。マンションのドアを外側から見るたびに心の奥がざわりとする。警戒心はいつでも強い方がいいと私は思う。オートロックのエントランスを抜けると横風が吹きつけ思わず奥歯を噛みしめる。12月の風にただでさえ小さい体を縮ませてコンビニへ向かう足を速くする。途中の信号で大学生ぐらいの男性と横に並んでしまった。なるべく視線は向けないようにする。信号が青になっても私はすぐには歩き出さなかった。この男性の前を歩けばコンビニまでの道すがら私の背中は彼の視線を受け続けることになる。それに抵抗感があった。裏起毛のスウェットは暖かいがそれでも冬の風が首筋を突き刺す。けれど凍える冬の風よりも人間の視線の方が深く強くこの身に突き刺さることを私はよく知っている。私は男性の後ろをいつもより半分くらいの速度で歩いた。走ってしまえばすぐのコンビニがひどく遠く感じた。ひどい気分だった。コート
来てくればよかったかな。犯罪者のような気分で外を歩くよりも、少しくらいまともな服を着て外に出た方が精神衛生上良かっただろうか。私は自分の心に後悔の気持ちがにじむのを感じた。けれど、どうせ来月同じことが起きても、私はこのネズミ色のスウェットのままコンビニに向かうだろう。確信が持てる。私の思考パターンはとうに錆びついていて、多少の干渉なんかではもう何も変わらない。37歳になった私に何かを変えようなんて気持ちは湧かない。アイドルだったあの頃とは全ての条件が違うのだ。17年前、私は B 小町というアイドルグループに所属していて、それなりに売れていた時代もあった。若さを存分に振りまいて、周囲から歓声と羨望を浴び、人々の視線の中にいる。そういう時代があった。当時は今とは比べ物にならないくらい身なりにも気をつけたし、人よりおしゃれであることが価値観の一つで、そうでない人を純粋に笑うような人間だった。可愛いこと、綺麗であることが何より大事と考えていた。芸能界はルッキズムの極地だ。女性を美醜で比較し、美しいものに仕事を与える。そんなことが平然と行われ、さも当然のようにみんながそれを推奨する。可愛くなれ、綺麗になれ、と。社会に出てみれば、それがいかに異常なことであったかわかる。どう考えても、顔面で女性の価値を決める文化はおかしいし、そんなことが一般企業で行われたら、ハラスメントやらコンプライアンスやらで間違いなく大揉めするだろう。それでも、そんなルッキズムがまかり通るのは、私たちが商品だからだ。ルックスはスペックで、学歴はニーズ、髪型はバリエーションで、ファッションはパッケージ。商品が綺麗であることは、販売元に課せられた最低限の義務だから。袋の破けたポテトチップスなんて、クレーム付きで返品されて当たり前なのだから。いつからだっただろうか。あの世界が嫌いになったのは。アイドルが好きで、憧れて、目指して。初めてオーディションを受けた時には、マグマのように湧く気持ちが確かにあった。だけど、いつしかそんな気持ちも冷え切って、大きな石が胸の中をゴロリと転がるようになった。私は24歳の冬にグループを抜けた。アイドルじゃないことをしたかった。それができるなら何でもよかった。何か夢中になれることがあればそれでよくて、しばらくはモデル活動の真似事をしてみた。私には人より少しだけ顔がいいというくらいの長所しかなかったから。役者の仕事はしなかった。事務所の勧めで演技のレッスンを受けたこともあったけれど、目の前の仕事に手一杯で、結局最初の数回だけレッスンを受けて、その後は顔を出すことすらなかった。グループを抜けてすぐの頃は、元 B 小町という肩書きのおかげで仕事も取れた。けれど、グループのうちでも特に目立っていたわけでもなかった私には、結局、他のタレントと戦えるほどの武器がなかった。徐々に仕事が減っていって、いよいよ生活するにも厳しい水準になった頃、B 小町そのものが解散した。以来、私もとんと仕事がなくなって、所属事務所との契約更新が迫ったある日、社長の宮子さんに、
どうしたいと聞かれて、私はどうしようって思った。私に何ができるのだろうか。歌って踊れて若くて可愛い。私にはそれしかなかった。いよいよ私も業界的には若いと言えない年齢になっている自覚もあった。スタイリストがピンクの衣装を用意することもなくなって、ベージュや紺色が増えた。けれど漠然と実家に戻るのは嫌だなと思って、働かなきゃなと思って、宮子さんに働きますと言った。宮子さんはそうと言った。寂しそうな顔をしていた気がする。気がするだけで本当のところはどうだったのだろう。覚えていない。そうであってほしいなとは思った。事務所を退所した私はしばらく就職活動を続けた後、ようやっとウェブサービスの営業職に就くことができた。やはりアイドルを辞めて働くことは簡単ではなかった。興味のあった化粧品やブランド服の会社は全部落ちた。二次審査くらいまで残ることもあったけれど、面接で聞かれることはあまり仕事に関係のないことも多くて、ただ単純に採用担当者の私的な興味だったと私でも気づくくらいで、芸能界の外は芸能人に対しての態度が露骨で居心地が悪かった。元アイドルという経歴は人の興味を引く一方で、アイドルだからとレッテルを貼られる。人によってはそういった存在自体が不快らしく、アイドルなのにとあからさまな嫌味を言われることもある。ごめんね、アイドルなのにあんまし可愛くなくて。結局私が営業職に回されたのも元アイドルという経歴があるからだろう。取引先にかつての私のファンがいたら儲けものという思惑がそのまま人事に現れている。実際私と同世代で芸能界を辞めた元アイドルの友人もなんだかんだで営業職に回された子が多いように感じる。そういうもんだ。アイドルで売れたからといってその後の人生に大きくプラスになることはないし、どうせならいい大学に行ってた方が収入的にも安定しただろう。アイドル時代に貯めたお金も全盛期の頃はそれこそうん百万とあったはずなのだけれど、アイドルを辞めて働き始めてから4年後くらいにはもうほとんど底をついていた。昔は家も最後の方は家賃補助がついて高層マンションの14階とかに住んでたけれど、今は郊外の家賃9万のワンルームだ。どうしてこうなったんだろうとも思わない。なるようになっただけだ。お金とはそういうものだって後から気づいただけだ。若さって若い時にしかないんだなって改めて気づいただけ。あのトレンチコートもアイドル時代に買ったものだ。綺麗で若く可愛い頃の原子。もうどうせ着ないのだから捨てるなり売るなりすればいいのに、そうできないのは未練だろうか。時々愛を羨ましく思うことがある。今でも記憶の中の愛は若くて美しい。愛以上の女性はこの世にいない。そんな風に思ってしまう。これも記憶の原子だろうか。そうであってほしいと思ってしまうのは私の願望か。
あるいは勝手な押し付けか。若い頃は老ける前に死んでしまおうとか年相応なことを思っていたけれど、未だしぶとく生き延びている。そういえば昔そんな歌を歌ったっけ。私は腹が立っている。それはこの間の私の生誕祭の告知画像にセンスがなかったことでも、その生誕祭でメンバーが振りを適当に覚えていたことでもない。確かにそれもムカついたけれど、今一番私をイラつかせる理由はそれらじゃない。彼氏に振られたことだ。正確には別れ際の彼の言い草が気に入らないのだ。めんどいって。たった一言。そう彼は心の底から面倒そうに言ったのだ。ライブ前の控え室、メイクの順番を待っている間なんてスマホをいじるかダダしゃべりするかの2択しかない。付き合って2ヶ月くらいだっけ？根性ないね。別れてよかったじゃん。私はメイク机に置かれた他のメンバーの私物を机の隅に押しやり、少し大げさに肘鉄砲を食らわせる。それはそう思うよ。でももう少し別れ方ってもんがあるじゃん。最後くらい綺麗に終わらせたいじゃん。もう何もかも最悪。帰ったら奴の私物全部ゴミに出してやる。私服をキャリーケースに押し込みながら、私は最近入ってきたメンバーのカナンに叫ぶ。カナンは髪をいじりながら話を聞いてくれる。いかにも清楚な黒髪ロング。どれだけ激しく踊ってもサラサラ感があって可愛い。もちろんその黒髪もヘアメイクのためにスプレーで強固に固めてるから、実際触ったらパリパリなんだけれども、カナンは固まった前髪をほぐすようにいじりながら言う。実際面倒くさいと思われるようなことしたんでしょ？図星をつかれた気分になる。けれど心は一向に納得する姿勢を取らず、脳がどうにか反論を絞り出そうとする。どうにか自分が被害者になるように。だってこないだ横浜でライブした帰りに会おうって言ってきて、中華街で店予約したとか言うんだよ。それだけは無理って言ったらキレられてさ。カナンは天井の隅に視線を送る。そう言うと特進が言ったのだろう。声のトーンに同情の色が乗る。ライブ帰りのお客さんが大量にいるだろうに。そんなことも想像できないやつなんだよ。カナンにも思うところがあったのだろう。天井の隅をなぞる視線が自分のネイルに落ちてきた。難しいのかもね、普通の人にはその辺。私はその言葉に少しだけ引っかかりを覚えた。普通の人、そう発するカナンの口元には少しだけ自信の笑みが浮かんでいる。あたかも自分は普通ではない、特別な人間だと言ってるかのように。ビーコマチというアイドルグループは割とメンバーの入れ替えが多いグループだ。カナンは結成から通算で11人目のメンバーになる。結成から4年、5人が辞めて7人が入った。カナンは地方のアイドルグループで1年くらいやった後、そのグループが解散してうちに来た経緯がある。だからそこまでこの界隈に疎いわけでもなく、恋バナもまあまあできる。ビーコマチはメンバーの仲があまり良くない。というのも、おはよう。スラッと細い手足、
長い黒髪、自信にあふれた瞳。14歳には見えないほどに大人びて、それでいて年相応の若々しさを持つ少女。うちの不動のセンター、愛。彼女が廊下を通り過ぎた。カナンが押し黙ったのを感じ取った。彼女こそがピーコ町が不仲の原因。愛は運営に露骨に押されていて、ほとんどピーコ町の顔みたいになっている。途中から入ってきたのに、創設メンバーはそう思う。私たちにチャンスはない。新メンバーはそう思う。もちろん一緒にやってる仲間なんだから仲良くしなきゃとはみんな思う。いじめとかはないし、陰口とか言い合ってるわけでもない。ただみんな思うだけ。面白くない。妙にギスギスしてて、個々で仲良くすることはあっても全体としてはどうだろう。ちょっと空気悪い。もちろん表では仲良く撮った写真をアップするけど、きっとメンバーの入れ替わりが多いのも愛が要因の一つなのだろう。まあ私は別に愛のことが嫌いではない。そういう言い回しになるのは愛自身が他のメンバーと仲良くしようと思っていないからだ。本人はにこやかに接してくるし、ちゃんと言動もわきまえていてストレスを感じない。けれど愛が発する言葉は定型文のような模範解答のような社交的な言葉だけで、まるで本心が全然透けてこない。壁を感じるというのが一番ストレートな言い方か。私としては適度に距離を取ってる分、好きにも嫌いにもならないよねって感じで。確かに運営から露骨に押されてる愛に対して不公平さを感じることはあるけれど、まあそれも仕方がない。可愛いから、本当に。私としてはグループの牽引役になってる愛に感謝するところも多い。弱小事務所の思いつきみたいな地下アイドルグループが今は地下を脱出してメジャーデビューまでこぎつけた。まあ活動は地下の頃とあんまり変わりないけれど、それでも愛のおかげでメディアに露出する機会が増えているのは間違いない。ネットのアンケートでは次にヒットするアイドルグループランキングで1位にもなった。まさにこれからって感じ。いいじゃん。いつの間にか控え室はライブ前の煩雑な空気に戻っていた。彼氏はしばらくいいかな。独り言のようにつぶやいた言葉にカナンが答える。それは殊勝なことで。でもそうした方がいいかもね。週刊誌に撮られたら大変だし。カナンがめったなことを言う。週刊誌？まさか撮られないよ。相手が大物だったら話は別だけどね。私たちみたいな弱小な記事書いたって売り上げにつながらないでしょ。この手の釘の刺し方はいろんな人間にされる。けれどそれを言うのは決まって芸能界を狭く見てる人間だ。私たちはファンが思うよりもずっとこの世界の末端で、一部のスターたちとは住む世界が違う。ファンが思うよりずっと私たちは注目されていない。まあ週刊誌はそうかもしれないけど、何があるかわかんないじゃん。一応アイドルやってるんだし、交友関係はおとなしくしてた方がいいと思うよ。そう言ってるカナンも前のグループの時そこそこ有名な俳優と付き合ってたのを私は知っている。今となっては
その時の彼氏のことを若い子好きのロリコン野郎と散々に言っているから、カナンも当時のことは後悔してるんだろうけれど。この業界には若い子の無知につけ入る大人が本当に多い。そんな環境を男女の関係に利用しようとする男性も少なくないから、周りが守んなきゃいけない。でも大人の世界に憧れる子を大人扱いしてくれて、高そうでおしゃれなシャンパンを差し出されたら、うっかり自分も大人だと思ってそういうことになる気持ちもわからなくない。ちなみに私の元彼は21歳のバンドマンで、私は18歳だったからギリセーフだったけど、それでもなんとなくアウト寄りのセーフかなと思ってる。私はなんか普通の恋愛がしたい。それなあ、アイドルだって恋愛がしたいけど、大人と仕事してると同年代は一層子供に見えてしまうし、事務所の締め付けは厳しくて、極力男性からは隔離される。当然こんな恋バナなんてマネージャーの前ではできるはずもない。実際のところ恋愛に発展しうる男性に出会う機会は少ないのだ。だからこそ、いざ友人の紹介やら変な飲み会やらで男性と出会う機会があると羽目を外しがちだったりする。締め付けが厳しい事務所の子ほど反動が大きい。これはマジ。付け加えるなら、変な飲み会で出会う男性は大体ろくでもない。付き合うとろくなことにならない。高いだけのスパークリングワインの味なんて知らない人生の方がいい。ステージがライトで照らされる。観客たちのざわめきが歓声へと変わる。メンバーが一人一人跳ねるようにステージへ飛び出し、ファンはそれに歓声で応える。そしてそれは愛が小走りでメンバーの中心へ合流した時に最高潮を迎える。お決まりのスタート。色とりどりのサイリウムの中でも愛のメンバーカラーである赤色がひときわまばゆく客席を染める。人気に応じた歓声やサイリウムの色は残酷だが、もはやそれで動く感情もない。アイドルの文化として人気の明確化は許されているのだ。愛の背中越しに見るファンの姿は少し怖い。ここは心置きなく歓声を受けて喜べる場所ではない。すがるように自分のメンバーカラーである黄色いサイリウムを探し、ふっと息を吐く。歌声が会場を包む。ピーコ町のメンバーは現在6人。歌割りは愛の担当が多いものの、マイクがオフになってないだけ大人数グループよりかはマシかもしれない。20人近いグループになると、人気仮想メンバーのマイクはそもそも電源が入っていない。機材的にも音を拾えるマイクの数は16本が限界のところが多いのだ。8本が限界というところもある。マイクミキサーの入力が8つであることが多いので、だいたい使えるマイクの本数も8の倍数ということになる。運営の意図だろう。ビーコ町の曲は愛をテーマにした曲が多い。ファンに向かって愛してるとか好きだとかガチ恋ホイホイな曲を歌ってると、さすがに申し訳なさがある。私はガチ恋営業が苦手なので、ファンとはフレンドリーな関係性を築きたいと思ってる。さすがに彼氏がいる身でガチ恋のファンを釣るのは良心が痛むものだ。だからこそこういうガチ恋曲を歌うときは複雑な気持ちになる。彼氏に振られてどうのこうの言ってる時に歌いたい曲じゃない。大サビの締め、客席を指さして
愛してると叫んだ。黄色のサイリウムめがけて。胸はほんのり痛んだ。ステージを終え、ライブハウスの裏口から車で移動。隣町の駅で降ろされる。家まで電車で30分。アイドルだって電車を使う。そんな当たり前のことがとても億劫になる日もある。もちろん考えていたのは別れた彼氏のことだ。うつうつとした気持ちをどうにか晴らせないものかと、冷たい風に当たってゆっくり考えたかった。駅の裏手にある公園でベンチに座って空を見る。綺麗にパックリと二つに割れたような月を眺めれば何か思いつくかと思った。けれど私は話し相手がいる方がいろいろ思いつくタイプだったようだ。実際私は結構な寂しがり屋で、いつもどことなく不安で、いつも褒めてほしいし認めてほしい。そういう感情に手っ取り早く聞くのが恋人だ。同性に愚痴をこぼすより異性に愚痴をこぼした方が慰められた気がするのはなぜだろう。私はきっと恋人がいないとうまく自分の心を守れない人間なんだと思う。彼氏はしばらくいいかなと言ったばかりのくせに、いい男がどっかにいないかなと考えてる自分がいて。てか、そもそもアイドルに向いてないんじゃないかって思う。恋人と一晩過ごしてすぐにファンに向かって大好きだよとか叫ぶ。普通に考えて裏切りだし、アイドルになる前はそういうアイドルが一番嫌いだったのに。でもしょうがないじゃん。男好きは多分生来のものだ。ファンを好きになってもファンと恋人になったらアウトなんでしょ。じゃあ誰が私を抱きしめてくれるの？このどうしようもない私のどうしようもなくぽっかり空いた空洞をどうやって埋めたらいいんだろう。そんなどうしようもないことを考えていると突然声をかけられた。やあ！明るくも少し機械的に聞こえた声の方を見やる。そこには綺麗な顔には似合わないファーストフードの紙袋を抱えて公園のライトを背に浴びて立つ少女の姿があった。愛ちゃん？こんなところで何してるの？驚いた。ビーコ町のセンター、愛。まさかこんな状況で、こんな場所で、彼女と会うとは思ってもみなかった。まるで予想していなかった状況に少し戸惑う私とは対照的に、愛はいつものように、愛として振る舞う。こっちのセリフだよ。私は、ここでご飯食べようって思って、晩ご飯。公園のライトが彼女を背中から照らしながら、妙に生活感のある発言に、私は妙なアンマッチさを感じる。私の家の近くって飲食店ないからさ。駅前でハンバーガー買って家で食べようと思ったんだけどさ。そう言って、愛はおもむろに紙袋に手を差し入れ、勢いよく黄色い包み紙をすべて剥がし、包み紙をグーで握り、くしゃくしゃの包み紙をポイッと捨てるように紙袋に戻した。愛はハンバーガーを素手でつかみ、おもむろに一口かじった。育ちの悪さを感じる。それなら家帰って食べなよ。自由な愛の振る舞いに少し呆れながらも居心地の悪さもあって愛にそう声をかけた。一瞬目が合った気がしたけれど愛はマイペースに会話を続ける。そうしようと思ってたんだけどね。買ったらさ
早く食べたくなっちゃって。せっかく出来たてで温かいのに、冷めちゃうじゃん。それで、いい場所ないかなーってうろうろしてたら、暗い顔の人がいて、しかも、よくよく見たらメンバーじゃない？もしかして、愛は私を心配してわざわざ声をかけてくれたのだろうか。私、そんな暗い顔してた？してたよ。この世の終わりみたいな顔してた。心配してくれたんだ。愛はハンバーガーを咀嚼しながら視線を合わせずに微笑む。わからない。本当にただの気まぐれでここに立ち寄っただけなのだろうか。丸出しになったチーズバーガーにかじりつく愛の横顔を見てそう思った。食事に夢中になる愛の小指はすでにケチャップで汚れているし、玉ねぎが少し地面に落ちたのも私は見逃さなかった。不思議と汚いとか下品とかそういう感想は浮かばなかった。天真爛漫や無垢、そんな感想が先にやってくる。私が同じことをしたなら他人は違う感想を抱くだろう。だけどなんとなく気になって愛に声をかける。バーガーの包み紙は捨てなくていいよ。手で持つ部分は紙でくるんだままでさ。愛はハンバーガーに視線を落とし、少し考え込んだ様子を見せた後につぶやいた。あ、それは確かに。心底なるほどといった顔で紙袋の中に目をやる。愛は世間知らずだ。たまにとんでもないところが抜けている。スケジュールも忘れっぽいし、人の顔と名前が覚えられない。正直、社会で普通に生きていくのは少し難しいタイプの人間だ。それは抜けているとかそんなレベルの話ではないのだが、愛がやればそれも天才の証明。きっとレオナルド・ダ・ヴィンチも現代に生きていたら同じことをするんじゃないかと思ってしまう。小指のケチャップを舐めとる愛の姿は魅惑的だ。愛は私の顔を見て少し思案する。けれどすぐに何かを諦めたように続ける。どうかしたの？そんな顔してさ。きっと私の名前を呼ぼうとしたのだろう。だけど思い出せなかったに違いない。もしくは思い出せたけど合ってるか自信がないとか。現場でスタッフの名前を呼び間違えまくって怒られて以来、愛は人の名前を呼ばなくなった。間違えた名前で呼ぶよりも主語を抜くことを選ぶ。愛はそういう人間だと私は理解してる。私は何も察してないような顔で愛を見た。愛にとって身近な人はさすがに名前を覚えてもらえるらしい。だけどどうやら私はそうではないらしい。愛と私はその程度の関係性というわけだ。その愛が私にまっすぐ視線を向けている。こんな公園でばったり会った。そういう特別感からそうしてるのだろうと思う。きっとここが日常の中。例えばいつものライブハウスの楽屋だったらこうはならないだろう。愛と私はその程度の関係。けれどその程度の関係性だから言えることもある。誰にも言わない？私の言葉に愛は可愛らしく首をかしげる。
言わないって断言はできないけどね。まあ、口は固い方だと思うよ。言わなくていいことは言わない主義だし。愛から誰かの噂話を聞いたことがない。口が固いのか、そもそも他人に興味があるのかわからないが。なになに？面白い話？さも興味があるように愛は聞いてきた。面白くないよ。ただ単に彼氏と別れたって話。愛の表情は変わらない。それは。ご愁傷様です。と言わんばかりに困り眉で手を合わせてくる。茶化しているのか本気でやっているのか判断がつかない。私のムスッとした顔を受けてか、愛は紙袋を傍らのベンチに置き、まっすぐ向き直って聞いてきた。好きだったの？ずいぶん変わった質問だなと思った。そもそも付き合ってたのだから好きだったと答えるべき質問なのだろうが、愛が言うとなんだか深い意味を持つ質問に思えた。公園の横を電車がけたたましく通り過ぎる。その音の中で答える質問でもない気がして少し黙り込む。その空気を愛も察したのだろう。公園の注意書きに視線を移した。電車が通過するまでの短い間に愛の質問に対する答えを探した。あんな別れ方をしたものだから腹が立つ気持ちが一番手前に来ていたが、今一度冷静になる機会を与えられた気がした。好きだったんじゃないかな。うん、好きだったと思う。電車が去った。わずかな静寂の後、私は自分に言い聞かせるようにそう答えた。口に出したら悲しくなった。人は悲しみを受け入れたくなくて怒るのかもしれない。猫も転べば爪を研ぐ。そっか。愛の表情は変わらなかった。苦しいよね。多分そうなんだよね。その困り眉は先ほどと同じ形をしていた。しかし今の表情は茶化している感じではないとわかる。私の答えにどう返事をすればいいかわからず本当に困っているのだろう。けれど愛のその言葉に共感はない。私に投げかけられた言葉はおそらく確認だ。人の名前を呼ぶことに自信が持てないのと同じように、人の感情を察することに自信が持てないのだろう。ごめんね。こういう時どう慰めたらいいのかわからなくて、あんまり気の利いたことが言えなくて。私はくすりと笑ってしまった。愛がこういう反応をすることはなんとなく予想していた。だからこそ話したのだ。格上の人間を目の前にしたとき、ライバル視して競い合おうとする人がいる。もしくは迎合して自身と同一視しようとする人もいる。私はどちらか。きっと私はそのどちらでもなく、愛を人間として見ないことを選んだ。私みたいな人間は一度嫉妬してしまえばその人をどこまでも憎む。それが疲れることを私は知っている。昔、私はピアノをやっていて、コンクールで賞にかするかかすらないかをうろうろしてた時期、
上手い人を妬んで仕方がなかったことがある。上手い人を見ればキリがなく、きっと一番になるまで終わらない。そこまで頑張ってなかった私でもそうなのだから、きっと私の上にいた人たちはさらなる地獄にいたのだろう。それでも音楽は好きだった。音楽を仕事にしようだなんて、そんな覚悟はないけれど、このアイドルという職業に逃げるようにしがみついて、逃げた先でまで争うのは嫌だった。私が上に行けない人間だということはもうわかってる。B 小町の躍進は愛の功績だということに嫉妬はしない。私は愛を自分と同じ人類だと思っていないから。だからこそ猫に話しかけるように、神に祈るように、独り言の相手に愛を選んだ。きっと愛だったら、アイドルなんだから男を作るなとか、私の性格に問題があるとか、そういう言葉で殴り返してくることはないと踏んで話をした。愛はその辺にいる普通の人間じゃない。だからこそ仲のいいメンバーには話せないことも話せる。苦しい。そっか。愛が私を見る。共感は求めない。振られて辛い。仕事を理解してもらえないのは辛い。男に依存しようとする自分が嫌い。ファンを好きになっても頭を撫でてくれない。抱きしめてくれない。ファンを好きになっても無駄だと思ってしまう自分が嫌だ。けれどファンを裏切るのも嫌だ。罪悪感なんて感じたくない。アイドルは恋をしてはいけないという常識が苦しい。向いてないならやめればって言葉が怖い。溜まっていた檻を吐き出した。愛の表情は変わらない。ただ私を見るだけだ。吐き出す言葉は止まらない。早く実家出たい。マンションの壁も床も薄くて夜に練習できないのが辛い。兄が引きこもっててうざい。親が就職しろってうるさい。染めた髪の色が地味に気に入らない。冷たい弁当が苦手。フォロワーの数が伸びなくて辛い。生誕祭の告知画像がダサい。推しの舞台のチケットが外れてしんどい。最近寝れなくて辛い。電車で痴漢してくるやつに滅んでほしい。スマホの画面が割れてうざい。今年3回目。昨日買った芳香剤がおじいちゃんの家の匂いして辛い。お金がない。なのに兄がお金をせびってくる。 SNS で卑猥な画像を送ってくるやつがうざい。配信の時にかまってちゃんのファンがうざい。アドバイスしてくるやつがうざい。大学行けばよかったっていつも思っちゃう。兄のゲームの音がうるさい。ネットで私の個人情報を垂れ流す同級生がうざい。高かったブレスレットがどこに行ったかわからない。クリスマス直前に売られたのが辛い。辛いなあ。生きづらい。愛がポケーっと私を見る。ちょっと見たことのない顔だった。大変だね。私は一矢報いた気持ちでくすりと笑う。愛を驚かせてやった。こんな顔をさせてやった。そうだよ。そのあたりにいる人みたいに普通の苦労してるよ。スターじゃない、アイドルじゃないみたいに、ごくごく普通に生きてるアイドルの私は普通に人生が大変だった。でもありがとう。吐き出したらちょっと楽になった。愛が私をまっすぐに見る。それならよかったけど。愛が何か言おうと口
口を半開きで視線を右下から右上に泳がせる。私はそれを見てまたくすりと笑った。慌ててる愛を見るのは初めてだった。無敵な子はこういう風に慌てるのか。人生いろいろだよね。愛がようやく絞り出した言葉はそれだった。あってもなくても変わらないような言葉。しばらく休みたい。私は一仕事終えたみたいに腕をぐいっと伸ばす。なんで？休みたいなんて全人類共通の感情だと思っていたが、この子は違うのだろうか。話聞いてなかった？どれが理由でもいいでしょう。愛は納得してない顔をしていたので、私も自分の気持ちの真ん中を探る。最近ライブやるとメンタル削れる。愛が静かに私を見る。私は続ける。こんな気分の時に明るい曲とか歌うの慣れてるとはいえ結構メンタルにくるよ。自分の心とかけ離れたことを歌ってるとさ、ちょっとずつ削れる。ちょっとずつロボットになっていくような。アイドルが病む。嘘をつき慣れて、嘘に抵抗感がなくなって、身も心も嘘つきになっていくような。人の願望と理想の中に生きる。それって大変だ。そうなのかな？その感じはちょっとわからない。愛は強メンタルだな。辛いこととかあった時、ステージ嫌だなってならないの？黙り込む愛に少し攻撃的な口調で返す。なさそうだよね。愛ちゃん無敵だし。何言われても響かなそうだし、という言葉は飲み込んだ。私の攻撃が効いてるのか効いてないのか、愛は夜空に浮かぶ雲を横目で追いながら言葉を発した。無敵じゃないよ。私も普通に落ち込むし。今も現在進行形でめっちゃ落ち込み期だよ。落ち込み期と言いながら、顔はあっけらかんとまっすぐ私の目を見ながらいつものテンションで続ける。私、親いなくて施設にいるって話したことあるよね。聞いたことはある。その時もあっけらかんと何事もないように話をしていた。そろそろ施設を出なきゃいけなくて、身元引受人を母親の親戚が申し出てくれたんだけど、いざ顔合わせしたら断られちゃった。今度は私が黙り込んだ。何がダメだったんだろうね。理由教えてくれなかったんだよな。いろいろ考えちゃうよね。性格が嫌だったのかな。母親の顔に似てたのが嫌だったとか？アイドルやってるのがダメだったとか？続けざまに語る愛を遮るように、私はようやく言葉を挟む。めちゃくちゃモヤモヤしてるじゃん。驚いた。愛がこんなに自分の話をすることにも、完璧だと思っていた愛がそんな状況にあったことにも。それいつの話？おととい。そんなことがあったばっかりで、どうしてあんな風にステージに立っていられるのだろうか。やはり愛は特別なんだと思う。愛はすごいね。
ため息一つ吐く。この子を理解しようとするには何度かの休息が必要だと体が判断していた。私なんかさ、ちょっと落ち込んだくらいでステージ出たくないとか言ってさ、向いてないのかな。むむむと何も響いてないかのようにステージの上みたいな仕草をする愛の本心はわからない。向いてないというか、正直者だからなのかもね。正直者。その言葉の意味を測りかねた。どういうこと？私は素直に疑問を口にした。私はもともと嘘つきだから。淡々とした口調で愛は続けた。アイドルとしての愛って本来の私とはきっと真逆のキャラクターで、でもなんていうか、なりたい自分がきっとそうなんだよね。アイドルやることがなりたい自分に近づく作業なのかも。アイドル論。誰しも時には語るものだけれど、愛のそれは少し違うように思えた。スタート地点が嘘つきだから、元の自分が何でも結局同じっていうか。これは愛の話だ。嘘もついてるうちに本当になるんじゃないかなって。明るい曲を歌ってるうちになんだか明るい気持ちになったりするでしょ？そういう感じって言ったらいいのかな。だからステージの上の私って自分が目指す理想の地点なんだよね。愛の表情はいつまでも作り物のままで、そこを目指して近づこうと頑張ってさ。でもその理想ももっと高めてる最中で、可愛くて優しくて無敵で、みんなを愛してみんなから愛される。愛の言葉は少しだけ本音が含まれてるみたいな、だけどどこか希薄さを感じるものだった。そういう人間になりたいって思うから。やっぱ違うな。私はそんな心構えでアイドルやってない。無難な返事をする。愛の言葉は正直私にはわからなかった。違うステージの話をしてるのか、口から出任せを言ってるのかわからなかった。だけどその姿は堂々としていて、押される子ってこうなのかなって思った。どうなんだろう。本当はそんな気負ってやるもんでもないと思うんだけどね。どうせただのお仕事だし、所詮アイドルだし。所詮って普通の人が言うなら何かの強がりか仕事への不満の裏返しなのだろうが、愛に裏はないように思えた。でも愛ちゃんと違って私には何もないよ。小さい頃からピアノやってるって言ってたじゃん。何もないってことはないでしょう。ピアノなんて何万人やってると思うのさ。子供にさせたい習い事のトップに来るのがピアノだ。私は学校の合唱コンクールでさえもピアノの伴奏に選ばれなかった程度の腕前で、自慢するのもためらう特技だ。多くの人が始めてやめていく。私はその大勢の中の一人でしかないよ。そういうもんなんだ。すごい特技を持ってる人ってそういうこと言うよね。自分でハードル上げすぎなんじゃないの？せっかくできることがあるのにもったいないなーって思うよ。まるで進路相談の先生みたいなことを言う。こないだの曲、メイちゃんが作詞してたでしょ？愛は指先を私の鼻先に向ける。同じことしてみたらどう？私が作詞するってこと？眉が下がる。思わぬ方向からの反撃だ。それだけじゃなくて作曲もできないの？
難しいこと言うね。そりゃお遊びでやったことくらいはあるけど、所詮お遊びはお遊びだよ。所詮ってことでもないでしょう。全部は難しくてもさ、叩き台程度でもいいんじゃない？きっとアレンジャーの人がいい感じに形にしてくれるよ。確かにそうだけど、無理だよ。私はとっとと降参して、この場を離れたい気持ちに駆られる。けれど、愛は楽しくなってきたようで、声のトーンが少し上がっている。どうして？どうしてときた。愛は人の気持ちがわからないのだろう。共感という機能が壊れているのだろう。おそらく本当にそうなのだろう。だけど、それとは関係なく、きっと私が今抱えてる気持ちは私にしかわからない。だって、そうだろう。だって、恥ずかしい。愛がポカンとした顔をする。そんな理由？大層な理由を想像していたのだろうか。音楽のできる人間が音楽をやらない理由。それだけ聞けば大層な理由があるように思える。だけど現実はそんなもんだ。そうだよ。急に私音楽やってました感出してさ、そんなの生きってるみたいだし、なんかあがいてる感出ない？アンチを作らない最大の手段は新しいことを何もしないことなんだよね。最初にお出ししたコンセプトから一歩も外にはみ出さず、自分で作った枠の中でおとなしくしてることなの。そうなのかな？考えすぎじゃない？音楽やってました感とかそんなの出ないし、ファンもきっと応援してくれるよ。恥ずかしがる必要なんて一個もなくない？ぐぬぬ。それも分かってる。本当はただ単純に恥ずかしいだけだ。未熟な自分を晒すことが、失敗することが怖いだけ。分かってるけど今までそうしなかった歴史を愛には今一度考えてみてほしい。何度も検討してその度にやめとこってなって、それでもそこを疲れたら恥ずかしくなるこの私の今までを。今までも似たようなことを言われたことは何度もある。その度に愛想笑いでやり過ごしてきたけれど、愛が言うならそう思う自分がいた。じゃあもし私が作曲したら愛が作詞してくれる？反撃だ。死なばもろともという言葉の意味を今知れ。え？私はにこやかに愛の肩をつかむ。愛のセンスって独特だしさ、いい歌詞書きそうじゃない？これは本心。普通の人じゃない愛なら普通じゃない歌詞を上げてきそうだ。無理だよ。愛が照れる顔なんて初めて見たかもしれない。私中卒だから学もないし、日本語は怪しいし。ダメだよ。恥ずかしがる必要ないって言ったのは愛じゃん。いざ自分に振られたら意見変えるのはずるいな。愛の歌詞見てみたいな。完全な意地悪だった。どうだ、私の気持ちを思い知れ。そういう気持ちで愛に詰め寄る。そんな私の悪意とは裏腹に愛の態度は神妙だった。愛はゆっくりと言う。そう？うん、本心だよ。本心なのは間違いがない。でも曲に歌詞をつけるなんて、そんな高等なこと私できないよ。歌詞が先でいいよ。愛の書いた歌詞に私がメロディーをつけるよ。それなら
月と街灯が照らす公園に私と愛はいた。全然仲良くなんてなかったけれど、その時の私と愛はまるで学校の同級生みたいで、もしもの未来を語り合う仲みたいで、まるで友達みたいだった。ファッション誌のインタビューで愛の発した言葉が今でも記憶に残っている。一番仲のいいメンバーは誰ですか？これに私の名前を挙げてくれていた。私が愛とまともに会話したのは、本当にちゃんと喋ったのは、結局あの夜だけだった。愛はたまたまそれを思い出したのだろうか。それともたった一日のあの程度の会話で一番になるほどに、愛と B 小町メンバーの関係性は薄かったのだろうか。あの夜から数日が経ったある日、愛が菓子を持ってきた。私は正直、あれはその場限りの話で本当に持ってくるとは思っていなかった。作詞ノート。表紙に太いマジックでそう書かれたノートを不安そうに手渡してくる愛の表情は、どこにでもいる15歳って感じですごく可愛かった。家に帰ってノートを開けば、そこには丁寧に書かれた文章が並んでいた。ところどころ消しゴムの跡が目立つ。歌詞は一つでよかったのだけれど、いろいろな詩が何ページにもわたって書かれていた。あれでいて結構真面目なのだろうか。この世界の誰も見たことがない愛の姿を垣間見た気がした。最初の方はアイドルらしい歌詞や世界平和のこととか、ケーキが食べたいみたいな詩が並んでいて、試行錯誤がうかがえた。けれどページを追うごとになんだか洗練されてきていて、中でも「嘘つきの私」というタイトルが付けられた歌詞に目を惹かれた。不穏なタイトルに反して中身は底抜けに明るく、誰かを励ますような歌詞だった。明るく楽しく、それは愛にとっての嘘なのだろう。本当は辛くて苦しくて、だけどこんなことを書く自分はやはり嘘つきだ。そういうメッセージが感じ取れた。私はスマホのレコーダー機能を起動してピアノの前に座った。プロの人がどうやって作曲するのかなんて知らないから、難しいことは一切考えないで、ピアノの旋律と愛の作詞に合わせたガイドボーカルだけ吹き込んだ。あの頃の私は愛も変わらず落ち込んでいた。きっと私のファンの中にも私と同じように何かに落ち込んだり暗い気持ちを抱いてる人も大勢いるに違いないと思った。家の事情や恋愛、仕事で落ち込んでいる人へ、ちょっとでも気持ちがいい方向へ向かうように、楽しくて明るい曲を、落ち込んでる私から落ち込んでるあなたへ、そういう気持ちで書いた曲。あの曲は B 小町のとあるシングルの B 面に収録された。特に人気の曲というわけでもなく、誰かが歌い継ぐわけでもなく、37歳になった私がこんな夜に口ずさむだけの歌。